ねえヨウム、室内楽って正直地味じゃない？いきなりどうしたんですか？だってオーケストラに比べると人数も少ないし、かっこいい曲も少ない気がするのよね。それは、めちゃくちゃもったいないです。室内楽はまさに演奏者の本気のぶつかり合いなんですよ。そしてかっこいい曲もたくさんあります。そうなの？じゃあ今回は、地味の概念をぶち壊す、かっこいい室内楽を4つご紹介しましょう。ぜひ魅力に引き込んでほしいわね。まずは、この曲です。わあ、豪華絢爛。これはドボルザークのピアノ50奏曲です。弦4人プラスピアノ1人の編成で、音の厚みが段違い。冒頭からもう反則級の華やかさね。聴いてて全く退屈しない感じ。実はドボルザーク自分でピアノも弦も弾けたんです。だから楽器同士の掛け合いがめちゃくちゃ熱い。オーケストラみたいな鮮やかさはそれが理由ね。この曲の特徴はボヘミアの民族感があることです。ボヘミアはドボルザークのふるさとで、古くから民族音楽の行き交う地でした。なのでこの曲も郷愁感を呼び起こすメロディーでいっぱいです。第3楽章のフリアントもとても特徴的です。情熱と哀愁を行ったり来たりする名音楽です。うわぁ、音の宝石箱みたい。フリアントも出身国チェコの農民の踊りです。本当にふるさとのメロディーをふんだんに使っているのね。はい、まさにメロディーメーカーと言われるほどです。全楽章通して聴いても絶対に損しませんよ。他にも弦楽四重奏曲、アメリカなど、心引きつける曲がたくさんあるので、ぜひ聴いてみてください。ちなみに演奏者も楽しいの？楽しいですよ。めっちゃ難しいですが。難しいんかい。何この迫力。衝撃的ですよね。これはシューベルトの名作、死と乙女の始まりです。名前は聞いたことあるかも。シューベルト自身が病に苦しみながら書いた作品です。当時、彼は梅毒の治療中でした。だから、こんなに生々しい死を感じさせるのね。この曲は自作の歌曲を元にしています。死に抵抗する少女と甘く語る死神の対話の歌です。怖そう。これは彼の死生観を映しているとも言われます。ただし本人の意図は明らかではないので、聴き手の想像に委ねられます。背景を聞くと改めて深い曲ね。シューベルトは歌のように染みる旋律が魅力です。歌曲の王としても有名なんですよ。美しさだけじゃない心の闇があるのね。暗く衝撃的な曲だと他にも、ベートーベンのセリオーソ第4番などがあります。衝撃的な曲調が好きならぜひ聴いてみてください。ちなみに難易度は？めっちゃ難しいです。もしかして今回紹介する曲全部激ムズです。やっぱり。でも、次の曲はもっとすごいですよ。何これ？続いてはこちら、バルトークの弦楽四重奏曲第4番です。これってクラシックなの？そうなんです。もはやロックバンドみたいな激しさですね。この曲は1928年に書かれた超モダンな作品です。なんか音がぶつかって爆発してる感じ。演奏者は弓の背中で弦を叩いたり、ピチカートだけで1楽章分弾いたりします。そんな楽章あるの？音が響く以上に刺さってくる感じですよね。でも実はしっかりした構造の作品で、全部の楽章が左右対称の雰囲気になってるんです。めっちゃアバンギャルドでかっこいい。100年前にこれを書いたって本当に衝撃ですよね。正直今回紹介するかは迷ったのですが、こんな衝撃的な曲もあると知っていただければなと。ご年配が聞いたらそっと押しそう。初めのうちは全楽章ではなく、ちょっとずつ味わうのをおすすめします。最後はこちら、ロマン派の天才メンデルスゾーンの、弦楽8重奏曲です。なんと弦楽器が8人、音の厚みがすごいです。これを書いたのは、なんと16歳の時なんですよ。天才すぎない？はい、若き天才の、ほとばしる情熱の曲です。特に第一楽章、疾走感がすごくて圧倒されます。エネルギーが渦を巻くようですね。青春の爆発って感じ。しかも、勢いだけじゃなく構成も緻密。幼い頃から音楽教育を受け、作曲力も抜群でした。さらに、10歳の頃には文豪ゲーテとも交流していたんです。その結果、1年で数十曲を生み出すほどでした。
まさに音が泉のごとく出るようね。名作の多い作曲家ですが、室内楽にも傑作が多いです。みずみずしい作品が好きなら、弦楽四重奏曲もぜひおすすめです。さて、2楽章以降も様々な色彩が広がります。特に、ゲーテのファウストに影響を受けたと言われる、3楽章も面白いですね。からのエネルギッシュな最終楽章。広い世界をかけるような快感、ぜひ味わってください。いやー、室内楽って全然地味じゃなかった。ですよね。一人一人が主役の音の真剣勝負なんです。どの曲にも個性があって、すごく引き込まれたわ。かっこよさにもいろんな形があるんですよね。華やかだったり、怖かったり、現代音楽まで。室内楽にはクラシックの魅力がぐっと詰まってるんです。皆さんも今日の中で気になった曲はありましたか？普段の動画ではより詳しい曲解説をしています。興味があれば見ていただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。